カンボジアで食べたものの中で一番美味しかったもの、これまず教えてもらっていいかな。はーい、やっぱり一番はですね、もしもカンボジアに初めて行った時にでも使えるような挨拶、クメール語で一つ教えてよ。はーい、挨拶は2パターンあって、カンボジアに日本円で1万円持っていったらどんな使い方ができるかな。そうですね、では早速質問に行ってみましょうか。まずはこちら。日本からカンボジア1回の渡航費はということなんですけど、小原ちゃん、このあたり教えてください。はーい、日本からカンボジアまではだいたい往復で10万円ぐらいかかります。10万円か。思ってたより全然安いかも。そうですか。だいたい片道で、時期にもよりますけど、片道が5万円ぐらいの往復10万です。じゃあなるべく安い時期を選んでいければお得だね。そうですね、航空会社で調べてみてください。ありがとう。あと時間で言うと日本からだいたいどのくらいかかるのかな。日本とカンボジアは時差がまず2時間あるので、それをプラス2時間するとだいたい乗り換えも含めて7時間ぐらいですかね。7時間か。時間的にも結構行きやすいね。そうなんです。午前中に出るともう夕方には向こうに着いちゃいます。そうなんだね。皆さんぜひ行ってみてください。じゃあ次の質問いくね。カンボジアに日本円で1万円持っていったらどんな使い方ができるかな。そうですね、1万円をいっぺんに使うことってあまりないんですけど、先日村の子供の誕生日の時にこれでパーティーしようって1万円を渡したら、牛が1頭やってきました。牛？それってどういうこと？牛を村の人で美味しくいただくためです。食肉として牛1頭丸々買えちゃうってことなんだね。ね、そうみたいです。すっごいな。なんかそれ聞くとお金の使い方とか価値とか考えさせられちゃうね。そうなんですよ。しかも結構もう本当に余すとこなく全部美味しくいただくっていう感じで、命に対してもありがとうって思いました。学ばされるな。ありがとう。じゃあ次の質問いくね。カンボジアの公用語であるクメール語って難しいの？はい、クメール語はとても難しいです。何よりも発音が複雑すぎてなかなか習得できないです。そうなんだ。ちなみに小原ちゃんってクメール語喋れるの？僕はですね、クメール語少しだけ喋れます。じゃあさ、小原ちゃん、もしもカンボジアに初めて行った時にでも使えるような挨拶、クメール語で一つ教えてよ。はーい、挨拶は2パターンあって、例えばおじいさんとかおばあさんみたいな目上の方に言うのがチョムリアプスーオです。そして気楽な感じ、例えば友達とかに言うのはソースダイです。すごいな。それってどれぐらい勉強したの？僕はカンボジアに出会ってから日本で買ったクメール語みたいな本あるじゃないですか、旅に行く時の、それを本をずっと読んだり、あと CD を聞いたりして独学で勉強したんですけど、でもやっぱり村の子供たちとか大人たちと喋るのが一番勉強になりました。そうなんだ。僕もね、ちょっとそういう感覚は味わったことがあってさ、僕は外国語全然喋れないんだけどさ、でもやっぱり時々さ、街中で外国人の人たちとさこう、出会ったりしてさ、道を聞かれたりとかする時にさ、
うまく喋ろうってするとなかなか難しいけど、相手の気持ちを汲み取ろうとか、自分の気持ちをどうやったら伝えようっていうことを大事にするとさ、意外と伝わったりとかするよね。そうですね。僕も村に出会った時は全く話せなかったから、でもそれでも会話みたいなことはできてたんですよね。そうなんだね。やっぱり気持ちが一番大事だね。あとさ、カンボジアでは英語も通じるのかな？英語は、街中ではだいたい通じます。そうなんだ。でもね、村に行くとやっぱり英語喋れない人がたくさんいて、特におじいちゃんとかおばあちゃんの世代になると全く通じないです。そうなんだね。そのあたりは日本でも似たようなところはあるかもね。そうですね。ありがとう。じゃあ次の質問いくね。カンボジアで食べたものの中で一番美味しかったもの、これまず教えてもらっていいかな？はい。やっぱり一番はですね、バイサイチュルックですね。動画で出てきた美味しそうな豚ご飯だね。よく覚えてましたね。あれもう見てるだけですっごく美味しそうだなって思えて、僕も食べてみたいな。とっても香ばしくて美味しいです。バイサイチュルックが小原ちゃんの一番の好物っていうことだね。そうです。じゃあさ、逆にこの食べ物は少し苦手だったなっていうものはある？そうですね。食べれなかったものというのはないんですけど、ちょっととても辛くて食べるのに苦労したというものならあります。そうなんだ。それってどんな辛さ？唐辛子だったりスパイスだったり？唐辛子の辛さです。川に遊びに行ったエピソード覚えてますか？出てきましたね。そう、時に紹介した辛いヌードル、とっても本当にあれは辛いです。そうなんだ。カンボジアの食べ物ってそもそもあんまりイメージがないんだけどさ、でもその中でも辛い食べ物を食べてるっていうのは一つ驚きかも。子供たちも辛いの大好きですよ。そうなんだ。それってカンボジアの人たちって全然平気で食べちゃうんですか？いや本当にね、びっくりするぐらい平気で食べます。そうなんだ。僕も辛いもの大好きなんだけどさ、ついついその時の勢いで食べちゃうと次の日お腹が痛くなっちゃったりとかね、するよね。そうですね、お腹は痛くなりますでもぜひぜひ一度食べてみたい。ぜひとも食べてみてください。ありがとう。じゃあ次の質問いきます。カンボジア編のエピソード1で訪れてたパブストリート、そこで売られてた食べ物の中にクモとかヘビとかあったと思うんだけど、あれって観光客向けなのかな？それともカンボジアの人たちは日頃から食べてるの？ソラさん、さすがですね。あれは観光客向けです。そうなんだ。じゃあ日頃から食べてるわけじゃないんだね。でもね、僕たちの村では食べないっていう感じで、もしかしたら食べてるところもあるかもしれないので言い切れないですけど、僕は村に住んでいて食べたことはないです。そうなんだ。じゃあさ、小原ちゃんは今後チャレンジしてみようとかって思わない？僕はアイスクリームでいいですそうなんだね。でもね、カエルとかはいただきます。カエルってどんな味なの？カエルはね、もう鶏肉みたいな感じで、タンパク質な感じでとても美味しいです。そうなんだ。意外だね。僕も機会があったら食べてみよう。ありがとう。じゃあ次の質問いきますね。今ではもう慣れてしまったけど、当時は衝撃を受けたことってある？そうですね。エピソードでも紹介したお風呂覚えてますか？はいはい。お風呂、実は僕が村に住み始めた頃にはまだなかったんです。そうなんだ。だからお庭の井戸水でシャワー代わりにしてたのは衝撃でした。
そうなんだ。それって冬の寒い時期とかでも冷たい水で体を洗ったりするってこと？そうですね、カンボジアは冬はないんですけど、やっぱり涼しい時期とかは夜と朝がひんやりするので、その時も冷たい水でした。そうなんだ、すごいね。ちなみにカンボジアは基本的にどこのお家も井戸水を使ってるの？はい、そうです。井戸水を浄水して使ってます。そうなんだね。知らなかった。ありがとう。じゃあ次の質問いくね。小原ちゃんがカンボジアで過ごす時のルーティーンってあるの？そうですね、村で過ごす時は特にルーティンはないですけど、必ずするのは朝の市場ですかね。そうなんだ。動画にもさ、市場何度か出てきたよね。見てるだけでもうすっごく賑やかでワクワクしてきて楽しそうだなって思ってた。そうなんです。市場はとても楽しくてお腹が空きます。そこではさ、村のお母さんと一緒にお買い物をしたりとかするわけ？はい、その日の食材を毎朝買い出します。そうなんだ。動画でもさ、カンボジアの村には冷蔵庫がないから1日に必要な分だけの食材を買うって言ってたよね。そうなんです。冷蔵庫がないからお肉とかも傷んじゃうので、その日の分だけいつも買い出してます。そうなんだ。それで言うとさ、じゃあお母さんは毎日毎日今日のご飯のレシピ、献立とかを考えるわけだよね。はい、とはいえですね、お肉を焼くか煮るかの2択です。そうなんだ。それもシンプルでいいよね。とか言っちゃうとお母さんに怒られるかもしれないですけど、はい、でも大体スープにして食べるか、バーベキューにして食べるか、全て全部とても美味しいです。そうなんだ。ありがとう。じゃあ次の質問いくね。小原ちゃん流おすすめのカンボジアの歩き方ってある？はい、もしカンボジアに初めて行くなら遺跡巡りがいいと思います。遺跡巡り。さ、すっごく初歩的な質問かもしれないんだけどさ、そもそもカンボジアの遺跡って何なの？それはですね、およそ900年前ぐらいから建て始められたクメール王朝のお寺や町です。そうなんだ。お寺や町がそのままの形でずっと残ってるってこと？そうです。修繕を繰り返しながらではありますけど残ってます。そうなんだ。すっごく貴重なものだと思うんだけど、それって一般人が近くまで入って見れたりとかするの？はい、ほとんどの遺跡は入ることができます。すっごく面白そうだね。歴史好きな人たちにもぜひ一度行ってみてほしいですね。そうですね、ただ建物を見るだけじゃなくて、壁に描かれている壁画とか全て意味があるので、ぜひとも見てほしいです。ありがとう。じゃあ次の質問いきますね。カンボジアの人たちって旅行客にも優しく接してくれるのかな？あと治安はいい？はい、カンボジアの人たちはとても優しいです。なので治安も悪くないと思います。そうなんだね。僕さ、ちょっと耳にしたことがあるんだけどさ、カンボジアの人たちってすごく親日家というか日本人が好きだっていう話を聞いたことがあるんだけど、それって本当なの？そうですね、日本人のこと大好きでいてくれてると思います。そうなんだね。すっごく嬉しくなっちゃうね。ぜひ一度会いに行ってみたいな。じゃあ次の質問いきます。カンボジアには旅行客向けの宿泊施設ってたくさんある？はい、たくさんあります。そうなんだ。特に空港から近いところとか、いわゆる町、市場がたくさん集まっているところとかにはやっぱりたくさん宿泊施設があります。そうなんだね。
そういった旅行客を迎え入れてくれるような繁華街もあるってことだね。はい。そうなんだね。それって普通に日本とかにもあるようなホテルとか、それとも民泊みたいな感じだったりするのかな？ホテルもあるし、ゲストハウスみたいなのもあります。へえ、そうなんだ。小原ちゃんはさ、カンボジアの家族たちと出会う前はそういった宿泊施設も利用してたの？そうです。エピソード1で紹介したホテルをよく使ってました。そうなんだね。でもそれを聞くと旅行に初めて行く人も安心できますね。はい、とっても安心です。ありがとう。はい、盛り上がってきたところで前編の終了のお時間です。後編はどんなお話が聞けるのでしょうか。では後編をお楽しみに。